さあ皆さん、元気ですか？チョコレートを食べてますか？今日はですね、冷凍パイシートを使ったミルフィーユを作ります。ぜひ最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これ冷凍のパイシートですね。これと、あと粉糖です。で、カスタードクリームが牛乳と薄力粉、グラニュー糖と卵、あとバニラ、こちらで作っていきます。はい、これ買ってきた冷凍パイシートなんですけど、これ一応2枚入りでした。今1枚だけ出しています。で、冷凍から出したての状態です。まだ全然冷たいです。で、パイの中って小麦粉の層とバターの層が入ってるんですよ。なので、焼いてあげるとこうやって上に膨らむんですね。で、今回この既製品の買ったものは、中が結構細かく層ができてるので、膨らみすぎちゃう可能性があります。なので、今日は少し冷たい状態のまま綿棒で伸ばします。そうすると、要は、うわーって膨らむのを抑えるイメージですね。で、よく見ると、こうちょっとね、穴が開いてるんですよ。よく僕らの現場でもこうフォークでこう穴刺すんですけど、これはこう膨らみを均一に表面をきれいに膨らませるためのものなんですけど、これだと、この既製のやつですね、売ってるやつの穴だときれいに膨らまないので、それは後で膨らまないように調整します。まずは伸ばすところを見てください。はい、これ伸ばしたんですけど、だいたい 1.5 倍ぐらいですかね、目安として。要はそのまま使うより少し伸ばしてから使うっていう部分を覚えておいてください。これこの後、クッキングシートを引いた上に乗せて焼いていきたいと思います。はい、これオーブンの板はひっくり返してます。平らにしたいので。で、これを200度のオーブンで膨らむまで焼いていきます。はい、これ今ちょっとパイ焼いたんですけど、これ見てもらう通り不均一にこうやって焼けちゃってます。こっち膨らんだりとか。で、シートを乗せて、網なんでもいいんですけど、もうちょっと100円ショップであったやつです。これでちょっとパイを潰します。で、ここからすごい蒸気が出るんで、皆さんやけどには気をつけてください。しっかりめにこうやって押してあげます。そうすることによってサクサク度が増してカリッとしっかり美味しいパイが焼けるんで、必ずここで一回潰してください。こんな感じですね。平らになりました。で、さらにこれを上に粉糖を振って表面をキャラメリゼしてさらに焼いていきます。さあ、焼けました。カリカリです。いい感じです。はい、これからカスタードクリームを作っていくんですけど、今日はめちゃくちゃ簡単なレンジで作る時短のカスタードクリームを作ります。すごい簡単なので、早速やっていきます。まず、卵ですね。これの卵黄だけを使っていきます。全卵でもできるんですけど、今日はちょっと濃厚にしたいので、卵黄だけのやつで作っていきます。卵白は冷凍して使って取っといてください。はい、で、ここにお砂糖ですね。これ全部加えてしまいます。はい、今卵黄と砂糖ですね。これをここでしっかり混ぜて、はい、でふるっておいた小麦粉です。この粉も全部入れちゃいます。で、これはなじませるように混ぜてください。はい、そしたら次これ牛乳ですね。これ温めてないです。冷たい状態の計量したまんまの牛乳を全部入れちゃいます。ここでしっかり混ぜておいてください。で、この後バニラなんですけど、これちょっと贅沢なんで今日は入れます。で、なかったら全然入れなくても十分美味しくできるので、これの中から種を取り出して、種だけを入れてください。はい、このバニラの種だけも加えて、ここでしっかり攪拌します。で、これを火を入れていくんですけど、600ワットの電子レンジ、これが大事です。
ラップをしてもらって、600W の電子レンジで何回かに分けてかけていきます。で、その都度こうやってちょっと混ぜるんですけど、それで出来上がっちゃいます。さあ、やっていきます。はい、これ1回目ですね。1回目、今、まあまあちょっと温まってきたくらいです。ただこれ重要なのは、必ず30秒ごとに出して混ぜてください。そうしないと焦げたりしちゃうので、それは守ってやってください。もう一回、レンジで温めます。はい、こうやって混ぜていきます。ちょっとね、もうとろっとしてきてます。小麦粉に火が入って、少しだけカスタードっぽくなってきました。はい、さらに温めます。はい、これ見てください。かなりカスタードになってきました。とろみがついて、これでしっかり攪拌してあげて、全体をなじませて、これだとね、まだちょっと温度が上がりきってないんです。ほら、ちょっととろっとしてきました。湯気も結構出てます。はい、まだ温めます。見てください、これもうだいぶカスタードになってきました。で、ここでもさらに攪拌してください。混ぜることによって、馴染んでさらに火もしっかり入って、とろっとしてきます。で、香りもすごいしてます。いい感じです。もう一回だけ温めたいと思います。はい、これ今出した状態ですね。見てください。ほぼ、これで完成です。こんな感じ。これが炊き上がりの目安。とろっとして、すごいツヤもあります。で、今回のポイントは、しっかり温度を上げることです。レンジで焦がすことがないように心配しちゃうと思うんですけど、必ず温度はしっかり上げてください。で、さらにこれ上にラップをして、密着ラップで冷蔵庫で急冷します。で、冷えて固まってから使ってください。はい、これ今冷蔵庫から出してきました。しっかり冷えた状態です。これ見てください。これラップにくっつかないんです。しっかり炊いたカスタードは。で、ほら、プリッとしてますよね。ちょっと見てみましょう。このプリッとしたのが結構重要です。で、しっかり炊けてないカスタードは、こういう風にこうプリッとしないんですよ。もっとネチッとしちゃう状態でできちゃうので、これはしっかり炊けてる証拠です。じゃあ、これをサンドして使っていきたいと思います。はい、炊き上がって冷めたカスタードは、ちょっとこのままだと硬くて使えないので、少しだけボウルに開けて、ほぐしてから使ってください。こうやって混ぜるだけで、簡単にほぐれます。これを絞っていきます。はい、じゃあこれパイとカスタードでちょっとお皿に仕上げていきたいと思います。最初カスタード少しだけ絞ってパイが動かないようにします。さあ、ミルフィーユ完成です。めちゃくちゃいい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよ。ミルフィーユはね、食べるの難しいですから。あれこれ音が拾えないのが悔しいんですけど、めちゃくちゃパリパリですよ。これポイントの差ですね。もうポイントはもうシンプルにパイを伸ばしてちょっと伸ばして焼いたじゃないですか。で、浮いてきたらもうしっかり押さえて潰してください。そうするとここにできてるようにこう綺麗な層ができるんですよ。で、しっかり火も入って香ばしいめちゃくちゃ美味しいパイができます。で、表面は砂糖、粉糖を振ってもらってパリッとさせることによって食感が楽しいミルフィーユができます。これさえ守ってもらえばもうプロ級のミルフィーユができますので、ぜひやってみてください。カスタードはレンジで作るだけです。簡単です。これもチャレンジしてみてください。最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。